連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。私たち人間はですね、死んだ後ですね、一体どうなるんでしょうね。お経の中を紐解きますと、地獄餓鬼畜生修羅人間天上、正門円覚菩薩仏という世界が全部で10道あるというふうに、説かれてるんですけれども、果たしてですね、自分は次、死後の世界、どの世界へ行くのか。これはちょっと私にも分かりませんね。死後の世界があることは分かってますけれども、次どういった世界なのかということはなかなか、その人の行いとかにもよりますから、やはりどういった世界に行くかっていうのは分からない。まるでミステリーな旅行といいますか、いいところに行ければいいなとは思うんですけれども、なかなか生きてますと日常、自分がもう命がなくなるということはあまり考えないですね。で、死後の世界、どういった世界へ行きたいかなということを、あまり生きてるうちには、日常の中で考える時間というのは、時々あるものの、ほとんどないですね。健康に過ごさせていただいてますと、特にそうですけれども。しかしですね、私実は何度か、もう私は自分の命がなくなるんだなという、そういった、ことを感じる、深く感じる、時があるわけです。さて、それがどういった時かと申しますと、実は私の夢なんですね。私はよく実際の夢と言いますか、明晰夢と言いますかね、予知夢と言いますか、なんか夢に見たことがそのまま、反映されるということがたまにあるんですけれども、以前にも実はあったんです。そして今も継続的にあるんです。それは何かと言いますと、こんな夢を見たんですね。私が寝てますと、ある広い本堂が見えるんです。この本堂が非常に綺麗な本堂でしてね、後ろがガラス張りになってるんです。で、変わったお寺だなと思いながら、ずっと周りを見ますと、綺麗な祭壇の上に本当にキラキラと光った仏様方が並んでられる。見るにどうも新しい本堂なんですね。そして上をパッと見ますとね、黒い天井になってまして、で、どうやら漆塗りなのかなと思ってパッと見ますと、本堂に飾ってある仏さんが上に綺麗に映ってるんですね。で、綺麗な本堂だな。この本堂はどこの本堂だろうなと思ってますと、ガヤガヤと人が入ってくるんです。そしてこの入ってきた人たちが、じゃあ祭壇の前にご遺体を置いて、ここでいいですかね。お花はこうしましょうかなんてなんか打ち合わせのようなことされてるんですね。で、何か始まるんですか。そう思いながら私ずっと見てますと、どうやらお葬式の様子なんですね。誰かが亡くなられたんだな。この綺麗な本堂で送られる方は幸せな人だなと思いながら、ずっとその様子を見てるんです。そうしますと、夢の中ですからね、一部うわーっと早送りのようになって、急にバーッともう祭壇が整うんです。で、もうお葬式が始まるな。私ここにいちゃいけないな。本堂から出なくちゃと思ったら、そこからですね、顔見知りの人たちがわーっと入ってくるんです。よく見ますと副住職なんですね。私の息子になるんですけれども、副住職が入ってくる。そしてその後ろに私のタレント事務所のスタッフさんとかですね、お寺のスタッフさんがわーっと入ってきたり、ちらほら檀家さんがおられたり、そして泣き叫ぶ人がいたり、だからいろんな、誰かのお葬式でなんかどうも皆さん近しい人が亡くなったんだなという感覚があるんですね。そして私がもう一度祭壇の方を見ますと、そこには遺影が飾ってあるんですね。で、その遺影に、入っていたのが、私自身だったんです。どうやらこの光景、私のお葬式なんですよね。で、私はもう亡くなってしまったんだな。そんな風に感じるんです。そして今、私のお葬式がここで営まれるんだな。お坊さんのお葬式っていうのは一つちょっと一般の方と違いまして独特なやり方がいろいろあるんですけれども、中でもですね、報告文みたいなのを読むんですね。一般的には引導文と言ったりしますけれども、私の生前の様子をずっと読み上げるんですね。三木大雲は昭和47年に京都に生まれなんてことをずっと言うわけです。そして最後はですね、無事令和丸年、何月何日無事、何歳のお誕生日を過ぎて、
なんとか頑張ってお誕生日だけは迎えて、息を引き取りましたというふうなことを読まれるわけですね。で、私が、ああ、そうか。そんな風にして私亡くなったんだなと思った瞬間、パッと目が覚めた。非常にリアルな夢なんですね。ですから私は自分のお命日をもう知ってしまってるんです。これから来たる数年後、私は誕生日を迎えてしばらくして、亡くなるというふうなことが、夢の中の出来事ですけれども、もしかすると私はこれ正夢ではないかなというふうに感じてるんですね。で、こんな話をしますと、私の知人とかあるいは応援してくださってる皆様はですね、もういなくなってしまうんですかって驚かれるかもしれませんが、実は自分のお葬式見るのこれで2回目なんですね。以前若い頃にも見てまして、この時はですね、全く友達が泣きながら入ってきて、なんでミキ亡くなってしまったんだって言ってお焼香してくれてるシーンを夢でリアルに見たんですけれども、その後すぐに私は大きなバイク事故でですね、救急車で運ばれて生死をさまようような、大きな事故を起こしたんですけれども、その時もその事故の、前にですね、自分のお葬式を見てたんです。でも、もしかすると自分はこれで亡くなるのかもしれないなと思ってたんですけれども、バイクの事故の後、私、奇跡的に助かるんですね。詳しくは実は、この事故については、京都怪奇譚という本の、一冊目に、私が詳しく本の中では書いてるんですけれども、ある方法でですね、無事助かるわけです。で、よかったと思ってたんですけれども、どうやら、今回の夢もそんなような気がするんです。実は私は蓮久寺というお寺に入った時に一番最初にこのお寺に入ったらこういうことをしますという請願書という誓いの言葉っていうものを、住職交代式で私が言ったんです。で、それが何かと言いますと、一つはですね、蓮久寺は吉野太夫さんの、お寺ですから、芸事で有名になれば、なんとかですね、参拝者の方もたくさん来ていただけるようなお寺を作ります。ですので、芸事で私をなんとか有名にしていただいたら、お寺の復興につながるんではないでしょうか。ですから、後押しをよろしくお願いしますということをまず一つ目言ってます。そしてもう一つ、私が住職を辞めるときには、このお寺を建て直してですね、きれいに建て直した形で次の方に譲りたいと思いますというのを言ってるんです。で、実はこの私のいる蓮久寺っていうのは非常に不思議なお寺で、お坊さんの中、一部の京都のお坊さんの中ではですね、別名出世寺っていう風な名前がついておりまして、ここの住職になれば出世して大きなお寺にどんどんと行くということで、たかだか実は蓮久寺300年ほどしか、歴史がないのにもかかわらずですね、もう私で38代目なのは、実は、蓮久寺の前のご住職さんも亡くなられて交代したんではなくて、他におられるんですね。で、その前のご住職さんも、とある大きなお寺の住職をされてたりっていうような形でですね、このお寺に入れば大きなお寺に出世していけるっていうふうに言われてたんですけれども、私はここにいて、この蓮久寺でどうかうまく出世させてください。私の願いは、法を広めることと、拝む場所を提供することですと。ですからその夢を叶えさせてくださいというふうにお願いした結果、現在ようやくですね、お寺もきれいに建て直りましたんで、ちょうど交代しようと思ってたんです。そしてこの交代の時期をですね、いろんな総大さん含め、タレント事務所の方にもですね、実はこの時期に交代しようと思ってるんですという話をしていたその年がまさにこの私のお葬式の日にちなんです。ですからもしかすると私は一旦また三木大雲の住職というものをそこで閉じてですね、新たな三木大雲が、誕生し、次のやるべきことをするんではないかなというふうに私自身、納得をしているんですけれども、とはいえですね、人間っていうのはいつ命が尽きるか分かりませんね。尽きた時に後悔しないような生き方をしなくちゃいけないなというふうに思います。それともう一つ。今自分は情けない人間で何もダメだな、うまくいかないなと思ってられる方も、生きながらにして私たちは生まれ変わることができるんですね。それは私たちの精神、考え方、気というもの、いろんなものがですね、変われば私たちの人生も変わりますし、その方の考え方も変わっていくと思うんですね。
ですから生きながらにして今自分が納得いかない、人生を送ってられる方はどうかですね、まず自分が変わることから始めていただければ大きく人生は変わるんではないかなというふうに思います。ということで今回はですねちょっと私の見た夢のお話ですので、実際にこれが起こるかどうかは別問題として、ちょっと不思議な夢を見ましたのでご紹介させていただきました。ということで、本日も怪談説法これにて、終わらせていただきます。本日もどうもありがとうございました。